今回のドローチューブは森倉縁さんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。お仕事だとよくアイキャッチの役割としてイラストを使っていただくことが多いので、自然と目が止まるような印象の強さと一瞬で伝えたい方向性が伝わるような分かりやすさが大事かなと思っています。通りすがりで見てくださった方にもなんとなく印象に残るものにしたいと意識していますね。思い浮かんだものはその都度メモしたり、趣味絵を描くときに描きたいものを描くようにしています。以前とは生活スタイルが変化していて、母になってからは絵を描く時間と描かない時間がはっきり分かれています。今は細かい空き時間は休息を取ったり、絵以外にもやりたいことをしたり、仕事や家庭などで急に起こったことにすぐ対応できるようにするための余白にしています。これまでは書いている時に家庭のことを考えたり、家庭のことをやっている間に絵のことを考えたりして、どっちにも集中できず中途半端な感覚になっていた時期があったので、今の形に落ち着いた感じですね。なので今は落書きするときは、ちょっと今時間が空いたから落書きしようとかではなく、仕事が落ち着くタイミングなどに落書きの日を決めて思いっきり好きなものを描くことが多いです。今は趣味絵は同人イベントや個展などがある場合、そこに向けて描いていくことが多いかもしれません。落書きは始めると特に終わりがないので、他にもやることがあるんじゃないかとか変に考えてしまわないよう、なるべくざっくりと目的を設定していますね。今はありがたいことに周りの協力もあり、絵と家庭の両方ができていて、個人的には良いバランスになっています。自分を人間として見たときに総合的になりたい形になれるよう、これからも自分の中でのいいバランスを常に考えていきたいと思っています。尊敬する生き方は人によって違いますし、同じ人の中でも時期によって違うと思うんですよ。絵を人生の中心に据える生き方もかっこいいのですが、今私がそういった考え方をすると、なりたい状態からかけ離れてきそうなので、今の私はこういう判断をしています。子育てしながら描くとなると、どうしてもそれ以前よりは時間が限られてくるので、最近は限られた時間内で描きたいものが描けるようにと考えています。絵に描ける時間が生活を圧迫しすぎると、今の生活のバランスが崩れてしまう気がするんですよね。人によって大事なことが違うと思うのですが、私の場合は自分が絵を描くことで自分や自分の周りに良くない影響を与えるのはなるべく避けたいですね。でも作家の端くれとしての目線からでは、もっとうまく描けるようになりたいですし、そのためにもっと描く時間を増やしたい気持ちもあるのですが、長く描きたい気持ちも強いので、現状では今のバランスが私にはちょうどいいかなと思っていますね。なるべく連絡を取れるようにするのはお互いにとって大切なんだなと思うことは多いですね。仕事先の方から時々連絡が取れて助かるとおっしゃっていただくことがあるのですが、そういった時にやはり大事なことなんだなと改めて実感します。
私も何か必要があって連絡した時にお返事がスムーズにいただけるとやはりありがたいです。クオリティに関しては絵自体のクオリティも大切ですが、お仕事の使用用途に対しての役割を果たせているかという点も大事だなと思っています。書き手側がその時良いと思う絵と受け取る側が求めている方向性が違っていたり、また絵を使用する分野などによって気をつける点が違っていたりすることもあるので、いろいろな分野のお仕事をさせていただくときにそういった点を確認しながら進めていくためにもコミュニケーションの大切さを感じていますね。基本的には自分が気持ちよく描けたら私の中ではいい絵が描けたなと感じます。仕事絵に関しては仕事相手の方やそれを見てくださる方々に楽しんだり喜んでもらえたりして良い効果を生み出せた時に達成感を感じます。私が描きたかったものが描けたと思っていても仕事上の役割として効果的でない場合もあると思うんです。例えば私が暗めの色を使った絵を描きたくて描いてみて自分では良いと思う絵が描けたとしても、それが仕事で広告として使用される場合に表面加工や設置場所などでさらに色が沈んで見えたりすると、通りすがりでそれを見てくださる方に対して目立たないものになってしまうと、足を止めてもらったり記憶に残してもらうための役割を果たせなくなるんじゃないかなと思うんですよ。なので仕事によってこういう印象を与えたいなどの狙いが何かしらあると思うので、ある程度効果的なものを考えていった上で書かせていただくことが多いです。インターネット上での宣伝広告なのか印刷物なのか、訴えかけたいお客さんの層はどういった方々なのかなどによっても違ってくると思うんですよね。一方で自分ではその時しっくりこなかったような絵でもそれを気に入って覚えていてくださる方もいらっしゃるので、その気持ちはとても嬉しくて大事にしたいです。自分の絵ではあるのですが、自分の手を離れた後に私一人でいい悪いを決めるのはなかなか難しいなと思っています。